皆さんこんにちは。このところ暑い日が続いてますね。おいおい、なんだよこれ。38度超えてんじゃねえかよ。私、何でも屋のマエストロ。この尋常じゃない暑さにやられて魔が差したというか、ひらめいたというか、新しいアイデアを思いついてしまったんです。このインナーサイレンサーは、規制前柿本マフラーの音量と排気抵抗を調整するために製作したれっきとした消音装置です。今回思いついたアイデアっていうのは、マフラーの太鼓部分、いわゆるサイレンサー部分。この中を覗いてみますとですね、パンチングパイプと呼ばれる無数に穴の開いたパイプが通っていて、ざっくり言うとそこで消音しているわけなんですね。で、今回魔が差したっていうのは、ひょっとしてパイプを奥まで突っ込んだら直感になっちゃうんじゃねと昔の血が騒いだわけなんですよ。で、若かった頃、あの夏の思い出を取り戻すために作っちゃいました。名付けて直感アダプター。男の人ってこういうの好きなんでしょ？一応磁石につかないタイプのステンレス製です。ステンレス素材って泣くんですよね。この直感アダプターを太鼓の奥深くまで挿入します。なんかレーシーな仕上がり。奥までストレートです。それでは実際のサウンドをどうぞ。これぞ直感って感じのサウンドですが、あれ？なんかうるさくないかも。軽く吹かしてみます。なかなかいいですね。アイドリング時は 67dB 付近ですね。前回のインナーサイレンサーと比較してみましょう。さすが解度 0%、おとなしいですね。続いて 100%、インナーサイレンサーなしと続きます。どうでしょうか。それでは制作の様子をご覧ください。最後に近接排気騒音も測定します。暑い。何これ。暑い天気だな。何度よ。気温何度？車庫の中は午前9時で早くも37度です。実は以前からこの直感アダプターの構想は練ってたんですが、このぴったりサイズの異形アダプターをいつもの Amazon で見つけてしまったので制作をスタートしました。インナーパイプには内径 51mm のパイプを使います。ただしこの異形アダプター、実際にフィットさせてみるとちょこっとだけ外径が太いようなので外周を削る必要がありそうです。そこでいつもの作業小屋、実際にノギスで測ってみると外径が 0.5mm 程度太いですね。さてと、ここには大型の旋盤とかはないのでハンドドリルを使って工夫して削っていきます。50パイのホルソを利用してビニールテープを使って太さを調整していきます。ハンドドリルをバイスに固定して120番の紙やすりで外周を削っていきます。多少のブレは気にしないでください。そんなに精度は必要ありません。削っていきます。ったになりました。
さて今度はインナーパイプの長さを決めます。奥のメインパイプに先端を突っ込みます。いっぱいに突っ込んだ状態で印をつけてカットする長さを調べていきます。ちなみに動画内のパイプは寸法取り用のスチールパイプです。現物合わせで出た長さは 30.3 センチ、303ミリです。弊社第2作業場に移動します。まずは材料のステンレスパイプ。高速カッターで切り出します。ティグ溶接の設備はないので、これで溶接します。点付けで十分でしょう。鳥のうんこみたいな溶接ですが、勘弁してください。太鼓に突っ込んじゃえば見えませんが、一応動画映えのために軽くヘアライン仕上げにしました。今開けている穴は太鼓の出口側から引っ掛けて取り出すための穴です。このように引っ掛けられるようにしました。さてうまく入りますかね。結構なタイトフィットです。十分に奥まで入れてから脱落防止ビスの穴の位置を書き写します。もう一度引っこ抜いて穴を開けに行くんですが、抜けました。これが最終的な取り付け位置になります。近所の草刈り機の音がすごいですが勘弁してください。さあどうでしょう。完成しました。見た目はなんかいい感じですよね。中身もなかなかのストレート具合。太鼓内部もほとんど絞りゼロです。一日制作してたらもう夕方になっちゃった。にしても草刈りの音うるさいね。翌日に近接排気騒音を簡易的に測定したんですが、ここで興味深い現象が起こりました。僕好みの低音と高音のバランスで、こりゃいい音だな、さすが直感だななんて思いながら測定したんですが、
日はめっちゃ気温が高くて、エンジンの吸入空気温度も60度超えの測定だったため、エンジンコンディションを心配して再測定は諦めました。涼しい季節になったらやり直すかもしれません。あと、ここだけの話、草刈り機の方がうるさいような気がします。以上です。